かよです。今日は瞑想を習慣づけたい方へ、私がおすすめする、あなたの日常の中に瞑想を取り入れる5つのコツということでご紹介していきます。まずは1番目、瞑想のタイプを選びましょう。大きく分けて2つあります。1番目がカジュアルな瞑想で、2番目がフォーマルな瞑想。1番目のカジュアルな瞑想っていうのはマインドフルネス。これはいつでもどこでもできて、場所を選ばずにできるので、好きな時にパパッとできるので、日常の中にもすぐ取り込みやすいと思います。2番目のフォーマルな瞑想っていうのは仰向けまたは座って行うタイプの瞑想です。私はいつも10分間座って自分の内側に意識を向けるこのフォーマルな方の瞑想を取り入れています。2番目は瞑想する時間や場所、空間をあらかじめ決めるということ。私がヨガのインストラクターの資格を取った時は、瞑想は朝がいいって習ったんですね。でも夜の寝る前でもいいですし、あなたの日常の中にここだったら瞑想の時間取りやすいかなっていうのがあると思うので、その時間帯で始められるといいと思います。で、この空間っていうのは今ご覧になっていただいて分かると思うんですけど、私もこの一応私のこの瞑想セットなんですよ。でこれを部屋の、結構隅ですね。今ここの自分が好きな空間、こういったように空間の中でやってもいいし、端っこ部屋の隅でもいいです。または自分がここに来ると落ち着くなっていう場所があると思うんですよ。そういう場所があったら、もうここで瞑想するぞって決めちゃってください。瞑想は数えきれないぐらいメリットがあるんですけど、まずは短い時間から始めてみて、瞑想が初めての方っていうのはあまり最初から長い時間やってしまうと脳が拒否反応ですよ。いつもの状態に戻ろうとするので、もうやりたくないってなっちゃうんですね。続けられなくなるんですよ。だからまずは5分、もう1分でもいいですよ。1分から始めてみて、そこから時間を自分がちょうどいい時間というのがあると思うんです。それが見つかるまで自分で調節しながら、自分が取り組みやすい時間帯を決めていったらいいと思います。で、3番、瞑想セットを作る。これが私の瞑想セットなんですね。ブランケットだったりブロックで、これボルスターっていうんですけど、クッションや座布団でもいいです。座る時にこうやって座りますよね。座った時にですね、私もそうなんですけど、腰痛持ちなんですよ。骨盤周りとか太ももの後ろ、ハムストリングスが硬いんですよ。だから長時間座っていると腰にちょっと負担がきてしまうので、このボルスターの上にお尻を乗せます。太ももは下に降りるようにしたいんですよ。でこのように座ってお尻の位置が高くなるので座りやすくなるんですね。これがなかったらちょっと体がきついんですね。ヨガもそうですけど、瞑想も自分の体が楽な姿勢をとっていくことが目的なので、無理なポーズは取らないように。で、先ほどのこうやってボルスターの上にお尻を置きます。これでもいいんですよ。でも私はここにもう一つ加えたくって、ブロックをこうやって、だいたい気持ちいいところがあると思うんですよ。膝が床に落ちてしまうと、膝とかここの部分に負担がかかるんですよ。なのでこれを置いて、この下に下がるのを防ぐ。こうやっていただくとすごい楽なんです。全部足が下に落ちないので。私もこのセットが出来上がるまで結構かかったんですよ。いろいろ試行錯誤しながら、自分の体が気持ちいいな、これだったら楽に座れるなっていうのがあると思うので、いろんな道具を使いながらご自身で調節していってみてください。でこんなスカーフを上から
こうやってかけて瞑想すると、より自分の内側に意識が向くようになります。で、服もね、あなたがその時に着ている服でいいんですけど、瞑想の時に着る服とかあったらもうベストです。で、なぜこういった瞑想の服とかこういったねセットを用意した方がいいのかっていうと、先ほどお伝えしたように自分のね体が楽で安心して座れる場所を自分で作るっていうのも大事なんですけどね、私がこの瞑想をね、取り入れることに成功した一つの要因っていうのは、視覚情報を作ってその瞑想の環境をもう無理やり作るっていうことなんですよ。朝起きてこのセットをもうこのように引きますよね。バンバンバンと並べて、瞑想用の服があったら着る。で、これを毎日繰り返していくと、今からねこれを敷いたら瞑想するんだっていう状態になっていくんですよ。例えば歯磨きだったら、皆さんほら歯磨きするでしょ。もう自分でよし、歯磨きする時によし、今から歯ブラシ掴んで歯磨きするぞって意気込んでやる人いないですよね。もうこれはもう習慣になっているので、脳が考えなくても体がね勝手にスーっていくんですよ。新しいことを取り入れるには感覚器官を上手に使ってから習慣化していくのが近道だと思うんです、私は。だからこの瞑想の場合は視覚情報、こういったセットね、いろんなこの瞑想に関連しているセットを自分で作るんです。これを毎日繰り返していったら勝手にねやってしまうんですよ。でもそこに瞑想のセットが出来上がった、そしたらここに座って瞑想だなっていう状態になります。この瞑想のセットは出来上がりました。そして4番目はこういった、分かりますか？これ Amazon です。300円ぐらいだったんですね。で、このタイマーっていうのは必ずアナログを使ってください。これがね、ほらスマホのタイマーでいいんじゃないのって思っちゃってる人もいると思うんですよ。違います。これはね、訳があってアナログにしてるんですよ。スマホでタイマーをセットしてしまうと、その後に必ず何か見ちゃうんですよ、スクロールして。でしょ？だからもうその状況に持っていかない。あなたの朝起きたての脳はもう白いキャンバスなんですよ。で、そこにもうネガティブな情報しかほとんどないでしょ。やっぱメディアが取り上げるものってネガティブなものしかほとんどないので、あなたのキャンバスをそのネガティブな情報で満たしてほしくないんですよ。だからあえてもう100均のタイマーでもいいので、アナログのタイマーを一つ買って、これを瞑想用として使うようにしましょう。ちゃんと買いましょうね。もうスマホのタイマー使うだなんてお尻ペンペンでございますよ。スマホにあふれてるそのネガティブな情報、いらぬね、そんないらぬ情報で脳を過剰に反応させないでください。 OK。 最後5番目は日記または記録をつけるということ。おいおい、日記か、めんどくさいなって思われた方もいると思うんです。これをね、日記がめんどくさいなっていう方は、自分の、一行でもいいんですよ。瞑想をした日としてない日の感情の違い、一日をね、あなたがどのように過ごせたかっていうのをメモしてほしいんですよ。一日の終わりにね。で、この瞑想を続けていくと、そのあなたの周りの環境に過剰に反応しなくなる日が必ず来るんですよ。感情が湧くことはいいんですけど、その感情にずっと支配されている自分、または自分で見ているものとかね、聞いているものとかに、そこに自分の感情を結びつけてしまうっていうことで自分が乱されていくわけですよ。でも瞑想を続けていくと、あなたの内側の声っていうのが聞こえやすくなってきます。
でその結果でその一日を通してあなたが瞑想した日はこの日は感情を荒立てる回数が少なかったなとかね、必ず何かしらの変化が見えてくるんです。でもこれは自分の中で思っていてもやっぱ忘れちゃうんですよ。だから可視化することが大事なんです。なので一行でもいいのでバババッとねメモ帳に書いていってで視覚化することで瞑想のメリットっていうのが必ずどこかのタイミングで分かってくると思うんです。だからおすすめはね、日記やメモ帳に書いて記録を残していくっていうことをやっていただきたいです。私も瞑想なんてもうめんどくさいよってやりたくないよって思ってたんですよ。私も瞑想を毎日習慣づけるようになって、2年ちょっとかな過ぎました。ヨガはもうちょっとやってるんですけど、瞑想っていうのがねあんまり自分で合ってない気がしたんですね。でも毎日やっていくと自分がいかに感情を高ぶらせることで毎日を過ごしていたかっていうのが分かってきたんですよ。瞑想を続けることで自分の家族、主人や息子、周りの方への接し方とか物事のね捉え方、こういったものも自分の感情が勝手に作り出しているものなんだと理解できたんです。本当に瞑想すると心がね穏やかになってきます。数えきれないぐらい瞑想のメリットはあります。イライラしやすい性格を直したい、私の過去の私みたいにイライラのね自分がもう嫌だとかそういった方もいると思うんです。でも自分ができるところから少しずつね、やっていくことで日々の生活の中に取り込んでいくことができると思います。おさらいしましょうか。1、瞑想のタイプを選ぶ。カジュアルな瞑想、マインドフルネスかフォーマルな瞑想、どちらでもいいです。ご自身がやりやすい方からやってみましょう。で、2番目、瞑想の時間や場所、空間をあらかじめ作る。3番目、瞑想セットを作る。4番目、アナログのタイマーを使う。5番目、日記や記録をつけるということ。よかったら参考にしていただけると嬉しいです。それではまた次回に。チャオ。